こんにちは、ロン毛です。坊主でございます。はい、ダダーンと大迫力の今回は九州リキッドイマジネールから新作がちょうどね、今撮影日が3月26日なんですけど、本日発売になりましたということで、ちょっと今回は新しいこちらのコレクションを全種レビュー坊主と一緒にやっていこうかなと思っております。九州って先生ね、一気にね九州出たのはね結構びっくりっていうか、やってんなリキッドのやつね。そうなんですよ。そもそもね、今までのリキッドと今回の九州はちょっとコレクションが違うというか、まあパッケージとかもね見ていただいたらちょっと分かるかもしれないんですけど、これまでのリキッドってさ、まあこれとかね、これがねアイこういコニックなうボトルだったところが、まあ今この手元にあるこっちの新作はね、また全然シンプルなボトルになっていたりだとか、まあそういう見た目でも違うので、このコレクションのコンセプトを紹介しようかなと思いますね。お願いします。はい、でまずコレクションの名前が、ザ・イマジナリウムっていう、そういうコレクションの全体の名前になっていて、その中で3つのファミリーにね分かれてるんですよ。でリキッドイマジネールって1個のコンセプトに対して3本ずつっていうのが出てくるんだけど、今回大きなこの枠としてはシトラス、この柑橘系をテーマにした9種類ってことで、基本全部が柑橘系の香りの分類にはなるんですよね。柑橘系9種って先生。そうなんだよ結構コンセプチュアルだよね。すごいですね。その柑橘っていうのは、まあ、香水のブランドとかね、必ず1種類は絶対入ってるようなクラシックなさ、香料な一つだと思うんだけど、まあ、それに改めてフォーカスを当てて、それをまあ今のこのリキッドイマジネールのブランドの雰囲気を継承しつつ、まあ、新しい挑戦、新しい発見をするためのコレクションみたいな、そういう位置づけですね。でまあこっちの3本がこの緑のパッケージになってるんですけど、これがグリーンテラスっていう、まあ、コレクションで、ここの真ん中がセドラクラブっていうコレクションで、こっちがマンダリンハウスっていう、そういうまあ3つのファミリーに分かれているんですけど、今回のこのシトラスの原料っていうのが、まあ、やっぱりすごくコレクションとしては重要なわけなんだよね。でそれぞれの香りにもたくさん柑橘系を使ってるんですけど、その柑橘系の香料の中でも世界的にも高品質だと言われているカプアっていうその香料会社がねあるらしくって、そこの香料を今回は使ってこのコレクションを作ってるっていうこと。あと特徴もう一個面白いのが、このリキッドイマジネールって結構その調香師がそれぞれ何人もいたりするんですけど、調香師って会社に所属してる方が結構多くて、その中でもジボダンっていう、まあ、世界的にも大きなその香料会社に所属してる名だたるパフューマーの人たちがこれまで香水を手掛けてきてたりもしてたんですけど、今回はこのジボダンの運営する学校っていうか、そういうのがあって、まあ、要は次世代のパフューマーになりたい人とか、そういう化粧品関係に就きたい人とか多分行くんだと思うんだけど、そこの優秀な学生7人とコラボレーションして、その学生の方たちがまあ今回は手がけた香りっていうことになってて、そのまあ次世代の才能の育成っていうことも考えられているっていうことも特徴の一つだし、あとこのジボダンっていう会社がその香水でも今 AI っていうのが割と使われるようになってきてるらしくって、カルトっていうねジボダンが出している調香をサポートしてくれるような、まあ、そういう新しい最新技術も使ったこのクリエーションっていうのをやっているっていう、なんかこれまでのリキッドがやってたものとはまた全然違う雰囲気っていうのが今回の主な特徴かな。次世代味がありますね。ちょっとなんかすごいクラシックな香料に対してモダンなアプローチっていうかさ、若い世代の方たちと近代技術といいますか、AI の力を借りて、そうなんです。あとまあ特徴はこのやっぱ見た目かな。これまでのものと比べてもかなり違う雰囲気にはなっていて、ちょっとまあこれせっかくなんで開けようかと思うんですけど、はい、実際こうやってね、開けてみると紙で作られたプラスチックフリーなパッケージになっている。これまでのリキッドはね、こういうスペーサーっていうのかな、そういうところも確かねクッションというか反発性があるようなものを確か使われてたと思うんですけど、そういうプラスチック由来のものも今回はないものになっているっていうのとか、あとまあこの白いコットンの、
袋に入っていて、うんうんでキャップもこういうね木のキャップになっていたりとかっていう感じで、これまでと比べてももうちょっとエコに配慮しているようなパッケージングを分かりやすく体現しているようなコレクションになっているかなと思いますね。そういう意味でもまあこれ次の世代に向けてというか、そういうのもあるかも。そうなんですよ。やっぱりリキッドに限らずだけど、香水のブランドでもそういう環境配慮みたいなのは海外のブランドだともうやっぱり当たり前にはなってきていて、むしろそれができていて当然みたいな流れ、特にヨーロッパのブランドが多いっていうところもあって、ヨーロッパってそういう文化もやっぱり盛んというかねっていうところもあるので、はい、そういうコレクションになっています。はい、ここまでが、このザ・イマジナリウムっていうコレクションの大まかな説明になるんですけど、いっちゃいますか。九州いきましょうか。この九州香りはどうなんだっていうことをね、確かめていきたいかなと思いますね。りょうくんも初めての、もう初めてで、でもシトラス系っていうとこう夏の季節にぴったりなのも、そういうイメージはあるんですけど、意外とオールシーズンにいけるような調合というか配合があるかもしれないですね。そういう意味でもちょっと楽しみでございます。じゃあちょっと一個一個試していこうと思います。はい。では早速こちらの手前にあったものから試していくんですけど、ライムシスターから。ライムシスターお願いします。香りですね。渡るくんも初めて実際に。いや、私はもう何回もテスターを嗅いでいるのでどんな香りかは知ってるんですけど。はい。いきます。おお、この深く吸い込むと奥にライムの香りがこう、パンチのある炭酸味のあるなんかライムな感じがこうなんかありますね。そうね。かなりシャンパン入ってる。そういう感じだよね。すっきりしてるなっていう感じがするんですけど、シャンパンは入ってないかな。やっぱライムっぽい色がイメージ、本当にこのムエットの感じが、そんな感じするよね。出てくるありますね。いっぱいこのそれこそ柑橘めちゃくちゃ本当使われてて、これだけでも例えばライム、レモン、ビターオレンジ、ブラッドオレンジ、グリーンベルガモット、グレープフルーツ、ナチュラルシトラールとか、もうね1個ごとに本当たくさんの柑橘が使われてたり、結構フローラルっぽさもあるんかなって僕は思うんですけど、だからなんかこのうちのムエットはちょっと香りを色で表現してるみたいなムエットになってるんですけど、少しピンクがかった部分を乗せていて、なんか少しとろっとしてる感じがある気がするね。丸みが。そうそうそう、あんまり角が立ってるものではないかな、この香りはね。トップが落ちてきて、さらにまた丸みが。これ私はフローラルっぽい感じが春っぽい感じもするんかなって印象ですけどね。真夏って感じじゃなくて、こう春の果樹園をこう訪れた時のような、なんか風を感じる感じ、風を感じる爽やかなそんな感じだよね。このグリーンテラスっていう中だと、今のがライムシスターっていう香りで、次のがベルガモットブラザー、こっちがカズンってなってるんだけど、なんかこのシスターっていうのからしてちょっと女性的なイメージなのかなみたいな。もちろん男性でも全然いける香りだと思うんですけど、丸い雰囲気っていうか柔らかい感じが女性的っぽいイメージでのこのシスターっていう名前なのかななんていうふうにちょっと想像しましたね。っていう1本目でございました。まろやかな、ライムシスターでございました。続いてこちら2本目がベルガモットブラザーという香りになりますね。さっきのがそのシスターっていう、もしかしたら女性的っぽいイメージだったものに対して、こちらは結構これはなんかムエットだけでちょっと、黄色にちょっと緑みたいな、緑がいきます。おお、抑えめな、でもやっぱこれは最初に香ってくるのはミント系の香りなんですか？そうやっぱこのすっきり感がすごいあるのと、このベルガモットの酸っぱさみたいなさ、ちょっとレモン絞ったような、ちょっと男性チックな感じありますね。こっちと比べるともっと鋭い酸っぱさみたいなさ、感じがするかなって。これもすごいたくさん入ってるね。ここまで入れるってくらい入ってますね。そう、香料もたくさん入ってるんです。これがあれなのかな、 AI の微調整なのかな、もしかしたらね。微妙な違いをもしかしたらそういう最適化したりして使っているのかもしれないね。僕はねこれかなり好きな香りなんですよ。特にもう夏のジメッとした時とかはこのさっぱりする感じ、そうさっぱり、それを言いたかった。さっぱりする感じがね
するなと思って、なんか、夏のちょっと汗ばむ感じのところに、いらっしゃる爽やかな兄ちゃんって感じがします、この白 T 着た。これ私はすごい好きですね。これはいいですね。ベルガモットブラザー、確かにブラザーって感じ、うまいことつけるね。名前をね。そうだよね。いいなと思った。はい。なるほど。このベルガモットブラザーでございました。続いて3つ目がこちらのピスタチオカズンっていうことで、シスターブラザーときてカズンです。カズンが来た。果たしてカズンはどれぐらいの年齢のカズン？そうだね。確かに。カズンっていとこだもんね。いとこ。面白い香りですね。これは非常に面白い香りだと思う。はい。このピスタチオっていうのはすごいわかるし、でもこのピスタチオカズンっていうさ、まんまピスタチオじゃないっていうか、ここに多分柑橘が入ることによってピスタチオの親戚みたいな感じの雰囲気を出してるっていうか、たまに遊びに来るいとこみたいな感じしますね。まあでもクリーミーっぽさはやっぱりでもあるはあるんだけどね。いわゆるまあグルマン系みたいな、このシトラスが入ったシトラスグルマンみたいな雰囲気かな。清涼感がなんかすごくありますね。だから甘すぎるっていうこともないけど、さっきのベルガモットブラザーとかと比べてもめちゃくちゃ酸味が強すぎるとかそういうこともないっていうか、少しなんか石鹸的な香りもするような、ソープ的な香りもするような気がしますが、なんかやっぱりベチバーとかなのかな、清潔感があるよね。これも結構このインセンスとか、サンダルウッド、秋ガラウッドみたいな、ウッディ要素もちょっとあるから、この3つの中だとすごい軽いっていう感じはしないかな。数年でもいけるかなっていう感じがするよね。真夏とかっていうよりは年中を通してなるほどピスタチオカズンという香りでございます。はい。ピスタチオがだいぶもう抜けましたね。最初やっぱピスタチオすごいね。かなり。続きまして4つ目がこちら別のファミリーに移って、こっちはセドラクラブっていう中からブッダブレンドという香りを紹介しますね。ちょっと大人っぽい感じがしますね。クラブっていう名前的に。りょうくんはどうかな。これ柑橘界ね、そういう感じがするよね。柑橘もちろん入っているすっきりさもあるんだけど、もっとそう甘い、それこそグルマン系っていう香りですね。ブッダブレンドっていう、そのブッダっていうのがどこから来てるのか、ブッダ要素があるのかこれは、そう一番もしかしたらピンとこなかった名前かもしれないけれど、香り自体はでも僕は結構この甘いの好きなタイプなんですごい好きなんですけど、ちょっとキャラメルっぽい甘さもあるかなっていう気がするんだけどね。バニリンってバニラの要素が入っているのが多分一番感じる甘さなのかなと思うんですけど、トンカビーンも甘いんだっけ。トンカビーンもパウダリーな雰囲気で甘さが出てくるかなと思うね。あとこの柚子のこの酸味の雰囲気も感じるかもしれないなと思った。ちょこっとね言われりゃって感じ。バランス的にはなんかリキッドイマジネルらしい一本な気はしますが、そうだね。なんかこの今リキッドらしいっていうワードがさ今出たんだけど、これまでのリキッドのコレクションが全体的にこれと比べた時に少し暗い雰囲気のトーン、なんかそれこそダークファンタジーじゃないけど、そういう世界観の幻想的な部分もありつつね、ドラマチックな雰囲気だったのが、これはわりかし本当日の当たる太陽の下の明るい雰囲気みたいなイメージが全体としてはあるような気がする。でもこれとかは確かにこれまでのそのリキッドっぽさみたいなのはなんか感じやすい香りな気もするね。結構なんか僕はこの中だとわりかし人気になるんじゃないかなっていう予想をしてるんだけど、まあ自分の好みももしかしたらあるかもしれないけどね。好きそう好きそう。結構いいなって思ったけど。香水とかにあなた好きそうだねこういうの。そうね。そう思いましたね。ぜひこれ試してもらいたい。なるほど。っていうまあこれがブッダブレンド4つ目でございました。あと引く香りなのかもしれないねこれ。ね。はい。続いてようやく半分まで来ましたけども、あっという間ですね。こちらがセドラトニックという香りです。ちょっとなんか大人っぽい感じがしますねこのクラブファミリーは。名前もなんかそういう感じするよね。なんかね。なるほどね。トニック感がありますか。こう苦み走った苦みがかなり出てるね。このグレープフルーツだったりとか、ドライジンとか入ってたりとかっていうトニック感があるよね。これもね僕は人気になるんじゃないかなって思ってる。
自分が好きっていうのもある夏の夜って感じがしますね、このさっきのベルガモットブラザーとこれは尖った感じっていうか硬さがあるっていうかさ、男性になんかこうぴったりな感じもありますね。そんな感じするよね。渋みがありますね。ウッディ系が結構ベースに入っているので、このウェットでも緑な雰囲気とこのウッディっぽい色味にしてあるんですけど、これ非常に使い勝手がいいんじゃないかっていうか、夏とかには本当手がスッと伸びたくなるような一本かなって思いますね。どうこういうスッキリここまで確かにね鋭い感じだとあんまりこれはまあ結構新鮮な感じで、でも夏にはこうつけてみたい感じがありますね。結構ね今トップが飛んできて色気のあるなんかベースが残ってるんですよ今。これはいいかもしれないですね。リケット・イマジネールでいうそのシャンパーニュの香りとかあったと思うんだけど、それにちょっと近い最初のこうガツンとくるこのジンの後から残るこの程よい残りがっていうのが結構なんかかっこいい香りかなって思うね。そうだからうちだと男性のお客さんとかはすごい似合うかなって気がするよね。夏にはぴったりの一本かなと思います。はい。これが5本目のセクシーな香りですねこれ。はい、セドラトニックでございました。どう鼻が疲れてきましたか？いやまだ大丈夫です。大丈夫ですか？はい、じゃあ続いて6本目がこのセダクティブセドラという香りですね。セダクティブやっぱまあちょっとこう、セクシーな大人の感じがするよね。セダクティブっていうのは誘惑するとかそういうセクシーな意味なんですけど、どうぞ。めちゃ好きなんだよな俺これ苦手絶対そうだもん。苦手形容しがたい。まあおそらくなれるんでしょうけど、あなた好きそうだねこれね。これもね多分グルマンなんですよ。グルマンなんだけどなんかすごいバランスだね。なんかこの中だと一番濃厚かな。関係なしにグルマンとシトラス系が交互にガン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 ってやってる感じ。なんかこれ俺ずっと嗅いでて、うわこれはって思ったものがあって、チーズケーキの香りかなって思ったの。なんかわかる？チーズケーキのさ、その酸味のある感じとこの甘い感じ。チーズね、チーズっぽいんだよ。言葉を選ばずに言うと何かが発酵してる匂いがする。そうそのねこれがでもだからまあ好き嫌いは確かにね分かれるかもね。俺はすごい好き。グルマンと言われればグルマンだけど、まさかのチーズ系のグルマンと言いますかね。まあチーズとは書いてないんだけどね、俺が勝手に嗅いでたらこれなんかの香りに似てる気がすると思ってたらチーズケーキかもと思った。チーズ配分濃いめのレアチーズケーキって感じ、シトラスの混ざってる。まあ私これの匂いのレアチーズケーキ出されたら食べますよ。そう。これは不思議なもんだね。酸味はすごいあるよね。でこのセドラっていうのがすごい分厚い皮のなんかレモンの原種みたいな果物みたいで、なかなか多分日本ではそんじょそこらのスーパーには売ってなさそうな感じなんだけど、レモンの原種って言われてるものだからやっぱり酸っぱいのかなっていう感じがして。でもチーズケーキチーズ臭は落ち着いてきましたよ。そうなんかすごいまとまってきた。へえ不思議。トップが一番酸っぱさが酸味があると思うんだけど、徐々にこの甘さがね出てくるんですよ。まろやかになってくる。そうなんかね酸っぱいのがシトラス系の酸っぱさじゃなくて発酵してる酸っぱさに感じるのよ、最初トップを。でもだいぶ丸くなりましたね。まあそうなってくるとグルマンのような感じにもなってきてるんですけど、使いやすいグルマンっぽいっていうか、グルマンが好きな人はいけるんじゃないかなっていう香り。インパクトはこれ一番でしたね、私これ。すごい面白い特徴的な香りだなと思いますね。はい。っていうのがこのセダクティブセドラでございました。続いてまた別のファミリーです。これがマンダリンハウスっていうファミリーから、これがローステッドタンジェリンという香りになります。なるほどね。もうそのまんまだけどローストされてますね、タンジェリンが。そうなんですよ。ロースト感があるよね。ちょっとスモーキーな雰囲気。スモーキーだね。ウッディな雰囲気があって、でタンジェリンっていうのはそれこそみかんのことかな。少しやっぱねカラーとしてはオレンジ系のフルーティーな雰囲気があるかな。そうだね。タンジェリン、マンダリン、ベルガモット、ブラッドオレンジ。ブラッドオレンジも結構特徴的な気がしますね。なんか、あとコーヒーとかも入ってる。コーヒー入ってる。まあそれがちょっとスモーキーな感じもあるのかな。そうかもしれないね。
これもリキッドらしい気がするね。そう、俺もそれは思う、これはリキッドらしいし、なんかフルーティーなんだけど可愛すぎないっていうか、それこそ私が最初にイルプールプルっていう香りを初めて買ったんですけど、もう全然系統は違うんですけど、そのフルーティーなんだけどちょっとダークな感じっていうか、なんかこう服装の系統でいうとジル3代には行かずこうコモリとかオーラリーが好きそうな男性な気がしますね。あそこまで爽やかにはいかず、ちょっとねでもまあ綺麗すぎないっていうね。そういい素材のものをこううまく組み合わせて、あでもやっぱ清涼感もあってね、これも非常にだから年中通して使えるかなっていう。そうだね、これはオールシーズンいける香りかなと思いますね。秋と冬にも結構香る感じが違ってくる気がしますね。バランスいいですねこれね。いい香り、ローステッドタンジェリンです。続いてこちらがサフランマンダリンという香りになります。サフランっていうのは聞きなじみがある方も多いんじゃないかと思うんですけど、少し夏っぽいのかな、どうなんでしょうね。スパイスのサフランですね。面白いのを作ってきますね。スーッとなんか鼻に抜ける感じがするなと思う。スパイシーでトップが非常に特徴的な、言葉を選ばずに言うと絵の具の香りがしますね。絵の具の香り、水彩画の絵の具の香り、美術の時間でこう絵を描いた後に水でこうバチャ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 ってやった後の匂いがします。わかんなこれバケツの匂いがする。バケツの匂い、いろんな絵の具が混じった匂いがしますね。わかんない。絵の具の香りか。これなんかトップがすごいスーッとそれしてるのが、スパイス系でいうとブラックペッパー、ピンクペッパーとか、あとそのメインとなるサフラン、でも完全にトップの私が感じていた絵の具の香りは消えましたね。何だったんだろうあれは。でもこれも私は結構人気になるんじゃないかって思ってるんですけど、あと引く感じなのかな。どうなんだろう。フルーティーでスパイシーっていう、これも面白い香りだと思いますね。面白い香りですね。サフランマンダリンという香りでございました。なるほど。さあ最後の1本になりましたが、アップサイクルマンダリンという香りになりますね。つかみどころのない感じが。全体はこのマンダリンのフルーティーでジューシーな感じ、柑橘の果汁のジューシーな感じ、フルーティーさ、それが一番は出てるけど、なんかそこにフローラルな結構花が乗って、花の香りが乗ってんのか、雰囲気することない。ラベンダーとかか。ラベンダーが入ってるね。アロマティックな雰囲気がするのかもしれないね。でちなみにこれはね、調香師のそのさっき最初にお伝えしたみたいに学生の方が作ってるっていうふうに言ってるんですけど、康介南方っていうね、まさかの日本人の方が一人だけ参戦していて、この香りをね、嬉しいことですね。キャロル・ベリーっていう方とこの康介南方っていうね、2人で調香を担当したってことになっていて、なんかちょっと誇らしいっていうかさ、日本人の調香師の方がこういうリキッドイマジネールみたいなブランドと一緒に香りを作っているみたいな、すごく勝手に応援したくなるっていうか、すごいなって思った香りでしたね。これはあと引きますね、私これ。なんか好き？おやって思う。使いやすいかなとは思うね、これすごく。でちょっとリキッドっぽくないかもこれ。これはちょっとなんか、いい意味でこう外れてると言いますか、なんか綺麗な感じがすごいするなとは思う。だからやっぱりそのこれまでのちょっとダークサイドとはこっちが雰囲気っていう感じかな。奥に結構甘さが出てきましたね。フルーティーな甘さが結構際立つのがこの3つかなっていう。マンダリンっていうこの柑橘自体が多分他の酸っぱさとかよりもうちょっと甘さが感じられる、みかんとかもさ、やっぱり甘いっていうかすごい酸っぱい系ではないじゃん。そういう甘さがあるかもしれないって思いましたけどね。緑な雰囲気もするなって思う。そうだね。なるほど。というこの全9種レビューしてきたわけですけども、このファミリーの中からさ、一つだけこの3つから1つ、3つから1つ、3つから1つでお気に入りを選んでもいいんじゃないですか。そうします？パッと出る？もう俺はもう何回も試してるから、ね。本当に？最初この中だったらグリーンテラスっていう香りの中、グリーンテラスね。私はベルガモットブラザー。
一緒。一緒、うん、もう一回嗅いでいい？ベルガモットブラザーでちょっともう一回、はい、新品のムエットに吹いてみましょうか。いやいいわ。もう最初から好きだもん。うん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 、すごいすっきりしてる。ちょっとお茶風味もなんかあるような気がしてきたな。お茶風味ないのかな。なんかでも言われると確かにね、お茶っぽい雰囲気も最初するかもしれないな。そうなんか最初からこう好感を持てるブラザーと言いますか。ブラザーね。ようブラザーみたいな感じで。ね、いやいいわ。これはすごくいいと思いますよ。やっぱ時間が経ったものだとこの酸っぱさもいい感じに抑えられて。なるほどなるほど。酸っぱさも落ち着いてオールダーブラザーになったような感じでオールダーブラザーですね。ちょっと落ち着いた感じが、はいはいはい、ベルガモットブラザー私いいですよ、この中では一押し。はい、じゃあ続いてこちらがセドラクラブ。この中からだったら決まってますか？はい、決まってます。せーの。はい、私はセドラトニック。セダクティブセドラ。やっぱそっちね。正直僕はこの3つどれも結構好きなのよ。それこそこのセドラトニックも好きだし、このブッダブレンドもやっぱグルマン系で好きだし、かなりね全体を通して俺はこの3つはどれも好きだけど、これはなんかやっぱ面白いかなっていう。それこそこの今の選んでくれたセドラトニックとかすごいいいなって思うけど、このさっきの1本目のベルガモットブラザーみたいなかなりすっきり寄りで、この中だったらこれが多分近しいかなみたいなところで、僕はちょっとこの全然正反対なセダクティブセドラを選びましたね。セダクティブセドラレアチーズケーキのそうそうそう、チーズケーキもう完全に消えてます。すごく品のいいグルマンになってます。すごいミルキーなんだよ。ミルキーになりましたね。いやでもこれ最初のねちょっと衝撃をちょっと味わってほしいですね。そう、時間が経つとすごい酸味がっていうのは落ち着いてくるから、もう一回ちょっとあの香りは何だったのかというのを。いやいいんだよな。僕もいやこれすごいってマジで。まあチーズケーキといえば聞こえはいいですが、発酵してる香りだもん。俺の中で。いやいいんだよ。いやでもこの表現はすごいと思うよ。この香りが出るのは。いやこれはちょっとセドラトニックいい香り。セドラトニックはマジでいい香り。いい香りいい香り。いや非常にいいねこれは。セダクティブセドラはガツンとちゃんと甘さもあってしっかり香りをつけてる感が出る香りの一個かなとも思うんですけど、セドラトニックはねすごい自然な感じかな。あんまり主張しすぎることもないから清潔感をまとってるみたいなさ、使いやすい。初心者の方とかももしかしたらこういうのがあったらさらっとなんかミスト感覚でまとえるのかなみたいな。それはね分かりますね。そういう一本がこのセドラトニック。はい、じゃあ最後いきますか。はい、マンダリンハウスから私のナンバーワンは、アップサイクルマンダリン。私はサフランマンダリン。好きそう、これは後引くよ。なんかね、不思議な香りが。いやこれ結構スペシャルやな私の中で。俺はこのあんまりめちゃくちゃスパイシーなものって自分では使ってこなかったりしたんだけど、これはなんかいいなって思ったね。あなたはなんか不思議なのが好きだよね。なんかこれ俺がもう絵の具臭といった香りとさレアチーズケーキの発酵した香りとかさ。でもなんかあれかもね、やっぱりさこんだけたくさん香りをさ使ったりとか試したりとかいろんなものやってると普通じゃないものが面白く感じちゃったりとかスカンクの香りとかね。もしかしたらねそういう感じなのかもしれない。落ち着いてても若干絵の具臭するもん。アップサイクルマンダリンはねこれはね分かるって感じする。不思議な魅力が。全然香りの系統は違うんだけど、アトリエマテリのナルシスタイジとか好きな人とかこういうの使いやすいのかなとかちょっと思ったりするけどな。なんだろうね。もうマンダリンそれよりなんかお花な感じがしますね。これもいい香りだよね。これもうまくこう大衆に馴染んでいい香りになるのでは。じゃあこの中からナンバーワン決めますか。ナンバーワン、自分の中のナンバーワン。はいはい。いやむずいな。うわこれは難しいな。やめとく。いやこれは難しいですよ。ちょっと待って。ナンバーワンね。いやむずいな。ちょっとむずいなこれは。ちょっと待ってね。はい、OK、決まりました。いいですか。はい。じゃあナンバーワン。ナンバーワンはせーの。こちら。あれ2つ出てる。なんでだよ。ちょっとねもうこれ選べないな。本当に？でも全部違うファミリーだ。それぞれ。
このセダクティブセドラ、ベルガモットブラザー2つっていう。はいはいはい。私はアップサイクルマンダリン。いやーもうこれは俺はもうね正反対の2本だからさ、すごい甘さがあるこのグルマンと、はいはいはい。酸っぱさ、すっきりさがある、もう本当にね180度真逆みたいな香りなんですよ。確かにね。だからねもうこれはちょっと選べんかったな。私がおそらくこのアップサイクルマンダリンを選んだのは、私セブンチャーム使ってるじゃないですか。はいはいはい。セブンチャーム使ってて、まあ数週間経ちますけど、この香りはねないっていうか、かなり外れてる、いい意味でね。なんかこの日々まとうレパートリーの中に加えたくなるような新鮮さがありますね。セダクティブか。セダクティブ。あんたはもうだいぶいってますね、香りのそうね系統が。いやーまあこれでも好きな人は好きだと思うけどな。まあ香りの沼にはまってる人は好きだと思うね。つけててもいいなって思うけど、そうだね。店頭とかねイベントとかで試す機会がある方はね、ぜひこれ実際吹いてみてほしいですよね。私は今日はまだ香りをつけてないのでセダクティブセドラでもつけようかな。最高。最高。いやーいいわ。それこそね寝る前とかに俺つけたりしてたもん、これ試してる時。ありえない。最高です。マジかよ。すごいね。ちょっと私じゃあアップサイクルつけるよ。いやアップサイクルいいですね。よかった。まあでもこの9種類さ、あるから何かしらこの自分の自分に合った柑橘系っていうのが多分見つかるんじゃないかなと思うんで、まあこの今私がつけたセダクティブセダラとかはもしかしたらその夏とか春とかっていうよりはわりかし通年でいけるような香りでもあるとは思うんだけど、でも印象としては柑橘の軽やかさっていうのは共通してね感じる部分があって、この今リリースした時期春夏にかけての爽やか系の香水とかっていうのを探してる方はね、ぜひ候補に入れていただけたらいいんじゃないかなと思いますけどね。もう一回。はいはい。ちなみにね価格もね、ちょっとだけね違うんですよ。これまでのこの通常版が26,000円プラスの税なんで28,600円だったんですけど、2,000円こっちの方が下がっていて、24,000円にタックスだから26,400円です、ね。なるほど。っていうちょっとこれまでよりもお求めやすくもなっている価格でもありますね。あとねちょうどまだこれ撮影してる次の日明日なんですけど、今このリキッドイマジネルのブランドのディレクターのフィリップ・ディメオがこのイマジナリウムのローンチ記念ということで来日してるんですよ。で私がまたディレクターにインタビューというか対談形式のね動画を明日撮影してくる予定ですので、なるほど、またこの YouTube でもねフィリップに私がこのコレクションについての話だったりとかブランドに関することいろいろ質問して話を伺えたらと思ってますので、それもね後日このチャンネルでは紹介できればなと思いますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。すごくコンセプチュアルなね、シトラスのコレクションザ・イマジナリウムのご紹介でございました。というわけでこの度もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。またね。